クラウンクロスオーバーの燃費を見てきます。交通量に左右されにくい、夜間、折り返し点でドライバーが変わって、その平均でね、合わせた燃費を見ていきたいなと思います。じゃあ今、時速50キロ。ここから行きます。はい、全開です。このクラウンね。クラウンクロスオーバーの 2500cc ハイブリッドに試乗して、エンジン質感、加速感、減速感、燃費など取り上げていきます。動画は加速時の印象から始まって、リアシート快適性、燃費の話題へと続きます。フル回転いっぱいでしたので、前編後編と2部構成です。じゃあこれから高速道路に入ります。合流なんで隣車いなかったらちょっと踏んでみますね。じゃあ今時速50キロ。ここから行きます。はい、全開です。このクラウンね、ちょっと音を除くと加速感のね、この官能的な部分、すごくね、いいんですよね。自分がこのクラウンクロスオーバーで好きなところは2つありまして、1つはボディデザイン。この優雅で品が良くて、個性があってでも品が良くて、でね、その大人のね男が乗ってもなんかこうね、似合うというか、勝手にね思っちゃうというかね、その大人が似合う車っていうのをね感じるんですよね。そう、これでお姉様を迎えに行きたいとかね、自分ちょっと思っていたことがありまして、であともう一つがね、この加速感です。かっこ音を除くっていったところでね、まずね、2500cc のハイブリッドで、これ 4WD のタイプです。で、電池はバイポーラ型ニッケル水素。で、低速からね、加速が力強いです。力強くて、なおかつ、後ろからね、こうバーンって蹴飛ばされたとか、こうハンマーで頭殴られたような加速ではなくて、大きい排気量のね、3000cc ぐらいかな。3.5 未満、3000cc ぐらいの加速力でこう出ていく。で、それがね、こうじわーっとした感じがあってね、車らしいというかガソリン車らしいというか、そうした加速感でね、ぐーっと出ていってくれますから、ここ気持ちいいです。で、タコメーターがついていて、回転数にして4000回転ぐらいからが本領発揮。速度あと7、80キロかな。ちょっともう一回踏んでみますね。この辺ね。そう、80キロぐらいからでしょうかね。こっから本領発揮の加速をしてくれる。これがね、ギア比固定のトランスミッションというか、そんな感じでね、速度に合わせて回転数を上げていってくれるような感じがして、また気持ちいい。ただね、音はね、クラウンらしからぬというか、似つかわしくないというか、500万ぐらいの車として、この4気筒のね、低い音がボーっとかいう音はちょっとどうなのかなってのはありますけれどもね。燃費性能とのトレードオフということで、受け入れるのしかないのかなと。で、もう一つね、いいところがあります。これがやっぱりね、このクラウンクロスオーバーのいいところかなと。速度感が低いんですね。自分が大きい車が好きな理由に、涼しい顔して、シューンとね、こんな感じで加速していってくれる。こういったところが、その大きい車に求めたいところ。そう、涼しい顔して、いつの間にか速度が乗っているみたいなところがね。で、やっぱりね、クラウンそれ感じます。音はするんで、耳栓したらもっとよりいいんでしょうけれども、そうですね。遠く見て運転してる限り、そんなに力強い、速い加速ではないです。でも、速度計を見ると、いつの間にかスピードが上がっている。山道なんかだとね、本当にポーといつの間にか100キロ出てるような感じで、これはね、やっぱりこう大きい車らしい、クラウンらしいところかなっていうのを思います。で、そう、ちょっと高速道路も降りるんですけれども、ちょっと高速道路いる間に話したいのが、直進性の話。車は大きいんでね、直進性いいのは当然として、そう、その内訳です。直進性の内訳としてはステアフィール。この車ね、中心付近からちょっと拳1個分ぐらいかな、両側。この辺がね、軽いです。で、その先は重くなります。スポーツモードでもエコモードでもこの辺りはね、蛍光異常なんですね。
で、軽くてハンドルに力を入れずにこうやってホーンと触れるように走っていれば直進性がビシッとして走ってくれます。ただね、ただというかちょっとね、ネガティブな部分もあるんですけれども、それちょっと別の動画で述べます。で、直進性が運転席に座っていると、直進性がいいというのをね、とりあえずここで述べさせてください。で、これがACC クルーズコントロールにも効いてきます。最近自分たちもこの機能をテストのためにね使ったりするようになったんですけれども、これがね車の元の直進性によってねすごくね印象が変わるんですね。ごめんなさい、クルーズコントロール中のセンタリングに関する機能です。トヨタでいうと LDA でしたっけ、センタリングキープに関する部分で、元の直進性がいいからこそ快適にセンタリングキープが使えるというのをね感じていまして、これね元の直進性が良くないのに中心をキープする力だけ強い車ですと、もう終始ねこうやって車が微調整を繰り返すような感じになります。で、道の真ん中にはいるんでしょうけれどもね、乗ってる人からすると常に車がこう揺れてるような感じになって、あんまり気持ちよくないというか、結構不快で使いたくなくなります。なのでACC とセンタリングキープ使うにしてもね、元の直進性が良くなければそのセンタリングキープするよりも、車なりにまっすぐ走らせてた方が快適ということになりますから、これねすごくね大事なところだと思います。じゃあこんな感じでね、続きましては、燃費チェックをしながら、自分がリアシートで1本、それからもっとねちょっと深掘りしたこのパワートレインとか減速も含めての動画を、後半として、進めていきたいなと思います。クラウンクロスオーバーの燃費を見てきます。交通量に左右されにくい、夜間、今日は大人2人が乗っていますので、コースを1周、そっちを折り返し点でドライバーが変わって、その平均でね、合わせた燃費を見ていきたいなと思います。で、車は、クラウンクロスオーバー 2500cc ハイブリッドの G です。走行モードはノーマルにして走ってきます。あと今日ちょっと寒いんでね、今外気温3度、ハイブリッドにとってはあんまり条件がよろしくない時期なんですけれども、そうも言ってらんないのでね、暖房を使って AC オンで走っていきたいなと思います。あと自分今日はリアシートからのスタートで今運転してもらっています。なので途中で、リアシートの印象とか、快適性かな、そのあたりを述べていきたいなと思っています。それでは行ってきます。途中経過です。現在燃費は17キロぐらいが表示されています。で、自分リアシートにいるので、このクラウンクロスオーバーの、簡単なスペックとリアシートの快適性とか思うことを述べていきたいなと思います。まずね、この車、ボディサイズ結構大きくて、全長4930の全幅1840あります。乗ってもね、大きさ感じます。それから車重は1760キロ。2500cc で1760キロでからね、結構やっぱり重さありますね。それから、WLTC モード、カタログ燃費ですと 22.4 キロ。で、今走ってるのが来て17キロですから、なんでしょう、なかなかもっとうまく乗らないとカタログ燃費ぐらいにならないんでしょうかね。そのあたりはちょっとおいおい触れるとして、じゃあこのね、リアシートでの、思うことなんかを述べていきたいなと思います。どこから行きましょうかというところで、今日はちょっとね、乗るところから降りるところまでみたいな話で、進めていきます。まずね、乗るときは、座面の先端がね、割合側にある感じなので、ドアを大きく開けて、結構ね、B ピラーに近い位置から、要するに前の方から乗らないとちょっと乗り込みにくいというのを感じました。ただあれですね、降りるときは、いい面もあって、サイドシルが細い感じなんですね。なので、服がサイドシルにつかなくて降りられる。ちょっとね、腰をひねって外側向いて、ぴょんと飛び降りるような感じになるんですけれども、SUV というかね、ほんとクロスオーバーということで高すぎない。それがいい方向に出ているんじゃないかと。で、乗るときに言いますと、自分、今のは172センチの換装でして、で、182センチのね、今運転してるスタッフだと、さすがにね、乗るときに、ちょっと頭上は意識しなきゃいけないと。あと、乗った後もね、ルーフが外側がかなり内側に絞られてますから、ルーフにちょっと頭が当たりそうになる。首を振ると当たるぐらい。ただね、同世代のプリウスよりは、
広いとのことです。じゃあ続いて乗った後。乗り込むと分かるのが、足元、膝前のスペースはね、余裕があります。で、つま先もフロントシートの下に入る。で、この辺はね、ほんとね、やっぱり大きな、FF ベースのセダンというところでね、やっぱり余裕ありますね。ただ、ワゴン車みたいにね、広いわけじゃないので、そのあたりは、低い位置にソファーのようにね、快適な着座姿勢で座れるところが、セダンの魅力なんて自分思ってますので、そうした観点からね、ちょっと述べていきます。まずね、座面は、フロント、前の方がね、上に持ち上がっていて、盛り上がっていて、いい椅子に座ってるなっていう感じです。ソファーみたい。で、座面の長さは、172センチのね、自分の足でほどほどぐらいのね、長さです。これね、あんま長ければいいってものではなくて、長すぎるとね、膝の後ろに圧迫感があって疲れちゃいますから、自分にとってはちょうどいいぐらいといったところでしょうかね。で、その座面と、組み合わされる大事なのが、背もたれの角度。背もたれの角度はね、ちょっと、立ってるような気もするんですね。気もするというのは、お尻をしっかり引いて、ぐっとね、しっかりシートに座ったとすると、背もたれが立っていて。でね、そこにはリクライニング機構が欲しいところなんですけれどもね、どうやらこのクラウンクロスオーバーですと、アドバンス、ごめんなさい、RS アドバンスとか、ちょっと高級なグレードを選ばないとついてこないみたいなので、そうですね。お尻を前に出して、股広げてね、男性だったら、だらーんと座って、その状態が一番座りやすいんじゃないかと。でね、お尻前に出して座っても、しっくりくるようにね、作られています。座面の切り替えのなんでしょう、硬いとことかも、太ももとかにも圧迫感ありませんし、お尻前に出してだらんと座ってもね、すごく楽。むしろこの方が楽なんでね。あんまりかしこまってとか、シートしっかり座らなきゃダメでしょうなんていうのはもう全然なくて、座りやすいように座るのがね、一番座りやすい。といったところでね、座ればセダンらしい良さを味わえる。でも、身長182センチになると、余裕がある頭上ではないよと。あとね、もう一つ。アームレスト。センターのアームレストは幅広でね、横幅20センチぐらいある幅広で、表側は布張り。で、あれですね。ドア側のアームレスト。ここも、ちょっと薄いですけれどもね、ソフトパッドになっていて、両側に肘を乗っけて、座っていられます。で、このね、両側の高さがね、大体同じような感じに来るのでね、結構細かいところですけれども、過不足ないっていうか、もう不足ないね、快適性が確保されていると。で、乗り心地と静粛性、さすがのね、その500万のクラウンに、どこまで言っていいかわからないので、さらっていきます。まず乗り心地は、超ピンポイントの、本当のいい揺れ方をしたときは、やっぱりいいねと、クラウンだねと言えます。でもそれ以外は、もうタイヤのプカプカ感とか、ブルブル感が目立っちゃって、タイヤ柔らかいんですね。19インチなんですけれども、タイヤブニュッとした感覚がすごく強い。で、それがね、ブルンブルンとした感じとか、ポワンポワンした感じにつながっていて、でもというかね、これが、ちょっとね、条件良くないところっていうか、普通に走ってるところで、段差のこの足とタイヤの柔らかさとか、ピンポイントであったところだけは、驚くほど滑らかに超えていく。ゴツゴツはね、全然いいとしても、このプカッとしたところがね、ちょっとあれかなと、もしかしたら少し硬いタイヤのが合うのかもしれないな、なんてね、思うところがあります。で、静粛性は中低域ぐらいかな。中低域のザーッとした音がね、ちょっとね、ザラというかザーという音が気になるって言えば気になる。全然ね、うるさいってわけでもないんですけれどもね。もっと高級な車とかトヨタのセダンっていうと、シーンとしちゃうようなね、音を期待しちゃうんですよね。ただ、フロントシートと同じぐらいの静粛性が確保されているっていうのはね、すごくいいなと思います。で、どうでしょう、実際にね、触ってみてわかるのは、例えば B ピラー。すごい詰まった音がしますし、C ピラー。このもね、
もう本当に詰まったような感じがする。発泡ウレタンとかがね、充填されてるような感じで、すごくいいなと思うんですけれども、どうなんでしょう。これもやっぱりタイヤが大きいからなんでしょうかね。不快なゴーっと音はしないけれども、といった感じで、音はするぐらいの感じです。じゃあこれで、折り返し地点まで向かいます。折り返し地点に到着しました。ただいまの燃費はいかがでしたでしょうか？ただいまの燃費は 20.1 キロでした。はい、ありがとうございました。走ってるうちにね、だんだんとカタログ燃費に近づいてきました。これからね、もう少し走ったらカタログ燃費ぐらいで走れるかどうか楽しみです。じゃあここでドライバー交換して後半戦に入っていきたいなと思います。すいません、ここからの後半は別動画になります。ちょっとね、この辺走りながら、車の加速減速とかそのあたりに関する部分で話していきたいなと思います。動画が長くなっちゃったのと、加速中の質感に関する話、これは燃費見ながらですと難しいので、前半後半に分けました。後半もぜひご覧いただきたく思いますし、チャンネル登録や他の動画のご視聴で応援いただけますと、試乗レビューを続けていくことができます。もうほんと、このままだとね、ほんとまずいので、すいません、どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。